こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。このチャンネルでは発酵食などの食に関する知識や食と健康、そういったことをテーマにいろんなお話をさせていただいております。今日はですね、こちらです。こちらのお醤油について、ちょっとですね、このいろんな種類のお醤油を用意してみましたので、それぞれのですね特徴なんかをお話ししていこうかなと思います。はい、ということで、これかな1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13種類のお醤油を今回、ちょっと用意してみたんですけれども、それぞれですね、いろんな日本全国のいろんな蔵が、作っている、お醤油をですね集めてあるわけなんですが、これですね、こういうものをどこに売っているかっていうとですね、職人醤油っていうサイトがあって、醤油本っていうものを出されている方が運営しているサイトなんですけども、この職人醤油っていうサイトに行っていただくと、各蔵の日本全国の各蔵のですねいろんなお醤油を全てこの小さい瓶、何ミリかな、全部そうですね100ミリ入りで、こういうふうに売ってるんですね。通常はそれぞれの蔵の方がもっと大きい瓶とか、違うパッケージとかに入れて、販売されてるんですけども、それを集めてですね、同じサイズで、いろんなお醤油を食べ比べできるようにしているっていうのがあるんですね。で、結構たまに利用するんですけれども、今回もですねこんな感じで、セットとかでも売っているし、これ1個これ1個これ1個って単品で、購入することもできたりします。で、今回はなんかこの木桶仕込みの、セット6本セットみたいなやつとプラス私が好きな、お醤油をですね単品で買って合計13本、揃えてみました。でこれですね、順番にこの色の薄い醤油から順番にちょっと並べてみたんですけれども、この一番、薄いのがこれですね、白たまりっていうやつ、白いやつで、その後これ薄口醤油なんですけども、そんなに薄くないですけども、比べると若干薄い、かなっていう感じですね。この薄口醤油、これ薄口って書いてあるんですけど、薄口とこのたまりとか比べると近くで見るとちょっと分かりづらいけど、これぐらい違うかなっていう感じですね。はい。で甘口の醤油っていうのもちょっとご用意しています。そしてあとはここはもう濃い口ですね。濃い口、一般的なお醤油で、濃い口よりもさらに濃いのがこの再仕込みっていう醤油、再仕込みが3本ですねありまして、で、最後が、このたまりですね、たまり醤油っていうのも3本、あります。で、それぞれ、こういう感じでですね種類だけ見ても、醤油って、ジャス企画で5種類の、種類分けをすることができるんですけれども、白醤油、薄口醤油、濃い口醤油、再仕込み醤油、たまり醤油、この5種類ですねあるんですけども、こういった、いろんな種類の醤油があるって、いうことを知ってもですね、なかなか料理にどういうふうに使い分けていったらいいのかっていうのが難しいっていう方も多いと思いますので、ざっくりですね特徴と、どういうものに使ったらいいのかっていうのをですね解説しようかなと思います。じゃあまずですね、このたまりです。このたまりをちょっと見ていきたいと思うんですけれども、今回3本あります。で、たまり醤油はですね、東海地方、主に愛知県、岐阜県、三重県、この3県のみで、使われている、作られているというものなんですけれども、こちら産地とか見ますと、愛知県知多郡、竹豊町っていうところがですね有名で、その愛知県の竹豊町っていうところですね、そこにもうこのたまり醤油を作っている蔵がポンポンポンって何軒かあるっていう感じですね。こちらはどこだ、南倉商店さんの、連れ添いというたまりですね。こんな感じで濃いです。
で、こちらもですね、愛知県のこの竹豊町というところにあります、中皿商店さんっていうところの、宝山っていう、ものですね。これすごく私的には一押しのたまりでして、本当にこれ美味しいんですよ。このたまりの概念を覆すと言っても過言ではないぐらい、めちゃくちゃのこの濃い絞りって書いてありますけども、濃いんですよね。ものすごく美味しいです。何にでも合います。なのでこの宝山ぜひおすすめという感じですね。でもう一つが、こちらも、尾張のたまりと書いてありますけれども、これ丸又さんですね。こちらもですね、愛知県の竹豊町にある蔵なんです。こんな感じでもう竹豊町っていうところにギュッとこのですねたまりを作っている蔵が集中しているというところなんですが、こういった、たまり、いろいろあります。たまりはたまりでもいろんな種類があって、蔵によっていろんな味が、こう微妙に違ってくるわけなんですけれども、このたまりをどうやって使うかっていうところですね。でこのたまりの特徴としては、非常にうまみが強いんです。旨味にも特化しているような醤油です。なので、濃いんですよね、基本的に。でどういう料理に合うかっていうと、これ自体がものすごく濃いので、淡白な食材とか淡白な料理っていうのにはあまり向かなくて、どちらかというとですね、お魚だったとしても脂が多いお魚とか、あとは肉料理ですね、ステーキのソースとか、あとは煮込み料理、煮込みのコクを出すっていうものに重宝するお醤油なんです。なので結構ですね、お醤油っていうと和食に使うっていうのが定番だとは思うんですけれども、このたまり醤油はですね、洋食にもすごく使えるっていうものなんですね。煮込みビーフシチューとかですね、そういったものにも、使えるものです。であと熱を加えるとですね、赤くなる、っていう性質もありますので、照り焼きなんかにも使用されます。そしてちょっと若干とろみがありますね。濃い感じですね。味とか色だけじゃなくてテクスチャーもちょっととろっとしたような感じになっています。はい。で、これ結構熟成期間がですね長いんですよね。これで木桶3年熟成っていうふうに書いてありますけども、だいたいですね、3年ぐらい熟成させて出来上がるのがこのたまり醤油です。アミノ酸の量がめちゃくちゃ多いんですよね。はい。で香りとしてはですね、ちょっと苦っぽい感じ、ほろ苦い感じの香りがします。で先ほど言ったみたいな脂身の多いお魚とかステーキのソースを作る時に使うとか、あとカレーとかですね、カレーとかビーフシチューなんかのコク出し、そういったものに非常に重宝するお醤油ということになります。もちろんですね、定番の使い方としては刺身につけるみたいな感じのつけ醤油、かけ醤油ですよね。そういった感じで刺身普通に、お料理に使うのは濃い口醤油だったとしても、刺身の時はたまりを使うっていうのは結構東海地方の方がやり方だったりするんですけども、そういった感じで使えるのがこのたまり醤油というものになります。結構ですね、この東海地方以外の人は馴染みがないお醤油ではあると思うんですけれども、一回食べてみるとですね、やみつきになるぐらい、美味しいものなので、ぜひですね関東の方とか、それ以外の地域の方も、試していただくといいんじゃないかなと思います。はい、ということで今度はですねこっちの真逆の白い醤油の方に行きたいと思います。で今回、ご用意したのがこの白たまりというやつなんですけれども、これはですね、厳密に言うとこれは白醤油ではないんですね。裏を見るとこちらはですね、この白たまりっていう商品を作っているのが愛知県にあります。この白醤油も、先ほどのたまり醤油と同じで、東海地方のみ、東海地方というか愛知県のみですよね。愛知県だけで、作られているお醤油です。
使われているですね。で愛知県にありますこれは碧南市というところなんですけども、日東醸造さんという、蔵が作っている製品です。で、白いたまりみたいな感じの名前なんですけれども、実際ですねこれ原料を見るとですね、小麦と食塩と焼酎だけなんですね。なので、醤油というのはですね、必ず小麦と大豆が原料に入ってないと醤油というふうに謳うことができないですね。なのでこの白たまりには実は大豆が一滴も入ってないんですよ。一滴も一粒もっていうんですかね、入ってないので、大豆が入ってないので醤油っていうふうに歌えないんです。なので白醤油っていうふうに書いて種類白醤油っていうふうに書くことができないので、この名称のところを見ていただくと小麦醸造調味料となっているんですね。なので厳密には醤油じゃないです。普通醤油っていうのは必ずですね、他のを見るとここの名称のところに薄口醤油、これだったら薄口醤油で醤油って書いてあるんですけれども、これは醤油とは謳うことができないので一応醤油とは書いていないというものです。で、実際ですね白醤油っていうのがありまして、その白醤油だったら若干大豆が入っているので白醤油って書いてあるんですけども、この商品に関しては白たまりという商品だということですね。ほぼ白醤油と同じなんですけれども、もうこだわりにこだわり抜いて大豆はもうゼロです。大豆は一切使ってませんというのがこの白たまりですね。でこれもですね非常に使い道に困ったりするものにはなってくるんですけれども、どういうふうに使っていったらいいのかと言いますとですね、まずこの白醤油白たまりにはうまみがほぼないです。なので、この醤油にはうまみがないから、食材自体にうまみがたくさんあるもの、そういったものに使っていくといいかなというところですね。でこれだんだん色が濃くなってくるんですよ。なので、最初はこうやって白い色してるんですけれども、これでも結構ですね時間が経って色が濃くなってきてるかなっていう感じはするんですが、買ったら白醤油っていうのは冷蔵庫で保存した方がいいです。常温にずっと置いておくとどんどん色が濃くなっていってしまいますので、白いまま使いたいっていう場合は冷蔵保存していただいた方がいいですね。で賞味期限も若干ですね普通の醤油よりは短いですね。はい、で、かなりこれ塩辛いです。塩分濃度が高いです。なのでちょっと舐めるとですね醤油っていうよりかはなんかちょっと塩水っぽい感じのイメージですね、味がします。なので普通の醤油と同じような感覚で使ってしまうとかなりその料理がしょっぱくなってしまうので、ちょっとそこをですね注意していただくといいかなと思います。でとにかくうまみがありませんので、通常のお醤油っていうよりかは、白醤油白たまりならではの使い方をしていったらいいということなんですね。で私がよく、使う、方法としては、調味料としてこれを入れるというのではなくって、この白たまりで何か、魚とかお肉とかをつけるっていうことをしたりします。でこれだけでつけたらもちろんちょっと辛いので、これと甘酒を合わせてつけていくとか、これと、日本酒を合わせたタレにですね液につけておくとか、そういったことをしていっています。そういう隠し味的なちょろっと使うとかですね、そういう使い方をしていくといいかなというものがこの白醤油これは白たまりなんですけども白醤油というものです。はい、ということでじゃあ続いては、じゃあ真ん中のこの一般的なお醤油である濃い口醤油ですね、一般的なお醤油なので、ちょっと4本用意してみました。いろいろですね、濃い口醤油は全国どこでも作られていますので、こちらは、湯気田醤油さんというところですね。これ埼玉県にある、蔵です。でこちらはですね、有機の原料を使われているお醤油ですよね。有機濃い口醤油、これは兵庫県の足立醸造さんが作られています。
こう原材料を見るとですね、大豆も小麦もちゃんと有機のものを使用していますよというのが書いてあります。でこの辺にちょっとこだわりのポイントなんかもこう書かれていたりしてますね。はい。こういった有機の原料っていうものを使うと安心ということもありますよね。はい、そしてこちらはですね、これはこの丸大豆醤油と書いてありますけれども、こちらは福島県の蔵ですね。特徴天然醸造手作り、木桶仕込みというふうに書いてありますね。やっぱりそういうことを売りにしている醤油っていうのは必ずこうパッケージにこう売りの文句が書いてありますよね。はい、というものですね。で4つ目、こちら栄醤油さんですね。こちらは福岡静岡ですね。静岡の栄醤油さんというところです。昔ながらの国産大豆とか使って木桶で作っていますよっていうのがこちらにも書いてあります。で、濃口醤油はですね、このように名称のところに濃口醤油っていうふうに必ず書いてあります。最初に言った、濃口醤油、薄口醤油、白醤油、たまり醤油、なんだっけ、もう一個再仕込み醤油か。再仕込み醤油、必ずパッケージの裏に醤油の種類っていうのが書いてあります。再仕込みなら再仕込み醤油っていうふうに書いてありますので、こちらを参考にしていただくといいと思いますけれども。濃口醤油は、どういう使い道なのかっていうとですね、これはもう何にでも合います。オールマイティーに使えるっていうのが濃口醤油ですね。どんな料理にもまんべんなく使えます。炒め物とか煮物とか、にも使えますし、普通にお刺身につけるとか、そういった、ことの使い道でも、とにかく何でもいいですよっていうのが、濃口醤油ですね。なので、一般的に愛されている、生産も、使用も、国内で、トップのシェアを誇っているのがこちらの濃口醤油ですね。で、本当にこれ濃口醤油は、全国至る所で作られていて、いろんな種類がありますので、ここに今挙げたのは本当にごくごく一部一例なので、各地のですね濃口醤油っていうのをいろいろ味見してみていただくといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、じゃあ次はですね薄口に行きましょうかね。薄口はちょっと1本しか用意してないですけど、薄口醤油って書いてあります。こちらは正金醤油さんですね。薄口生醤油と書いてあります。こちらはですね、香川県小豆島ですね。小豆島ってお醤油大国なんですよね。小豆島ってすごく小さい島なんですけども、そこに、そこの一部の地域にですね、もう醤油蔵がポン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 ってこう並んでいる地域がありまして、もう醤油作りが非常に盛んなところです。でそこの、醤油蔵の一つというところですね。正金醤油さんの、薄口醤油です。で薄口醤油っていうのはですね、特徴としては色が薄いというところですね。で今回用意したのがこの小豆島の正金醤油さんなんですけども、薄口醤油の発祥の地っていうのが兵庫県の辰野市なんですよね。で兵庫県の辰野市、兵庫県には薄口醤油を使うっていう文化が結構ありまして、有名なのが東丸っていう大手のとことか、あとはこの天然醸造で昔ながらの製法で作られているのが、末広醤油さんっていうところが有名です。ちょっと今日はですね末広さんの薄口醤油の準備がないんですけども、薄口醤油で有名で美味しいで昔ながらの天然醸造って言ったら末広醤油さんかなというところですね。でこれ熟成期間が結構短いんですね。原料の割合、大豆と麦の割合は濃口醤油と同じなんですけれども、熟成期間を短くすることによってちょっと若干色が薄い、もうちょっと薄い薄口醤油ももちろんいっぱいあるんですけども、若干ですね薄い色になっています。でこの薄口醤油を使う用途としてはですね、色をつけたくないっ
っていう料理です。で、色をつけたくない懐石料理とかですね、京都の精進料理みたいなそういったもので、色はつけたくないんだけれども白醤油みたいに、全くうまみがなくても困るみたいな、そういう料理に使うのが薄口醤油かなというところですね。で、これ注意していただきたいのが、白醤油と同じで塩分濃度が非常に高いです。醤油の中でも薄口醤油っていうのが塩分濃度が一番高いです。なのでこれもですね、やっぱり通常の濃い口醤油みたいな感じで、煮物とかにこの薄口を入れてしまうとかなりしょっぱい料理になってしまいますので、その点だけ注意が必要ですね。とにかく色をつけたくないっていう場合に使うのがこの薄口醤油です。あんまりですね、関西の方は結構これを使われるっていう場合もあると思うんですけども、それ以外の地域で薄口醤油を家庭に常備しているみたいなところは結構少ないんじゃないかなと思います。使い勝手がですね、そんなに幅広くないっていうのがこの薄口醤油ですね。この、白い醤油と薄口醤油、大体同じような、使用用途かなというイメージですね。塩分濃度が高いっていうのが、たまに傷というところですね。なんでこれは味付けっていうよりかは、ちょっとその最終的な料理の見た目を整えたい場合に使うといった用途になってくるかと思います。はい。では、次ですね、最後になりますが、再仕込み醤油です。再仕込みですね。この再仕込み醤油はですね、非常にリッチな醤油だということができます。何が再仕込みかっていうと、一旦作ったこの濃い口醤油の製造方法で一旦1年とか熟成させて作ったものに対してそれを絞って、その絞った濃い口醤油にさらに麹を入れて、さらにまた1年とか2年とか熟成させるという、最高で3年ぐらいですよね。これもかけ2段仕込み熟成3年って書いてありますけれども、だいたい3年ぐらい熟成させます。これもですね、3年って書いてあります。たまり醤油もそうなんですけども、3年ぐらい熟成させますので、かなり手間暇がかかっているという、リッチなお醤油ですね。なのでお値段的にもですね、若干高くなってくるというものになります。で、味とかもですね、全部含めて濃い口醤油をさらに仕込んで再度仕込んでいるわけなので、全てが倍々になっていると考えていいです。甘みとかうまみとか、そういうものが全て倍になっているので、非常に濃厚でとてもリッチな感じの味になってくるというものですね。甘みも非常に強いです。はい。なので、いろんな料理に使えるんですけれども、結構この臭みがある魚とかのマスキング効果を、求められるようなものとかですね、魚介類とか豚の角煮とか、お肉の刺身につけるとかですね、ちょっとその臭みを消したいなっていうものに使っていくといいなっていうところがあります。あと照り焼きとかですね、にも使われるものですね。で、香りも非常に深い香りがします。はい。で、この再仕込み醤油もとろっとした濃い感じなので、こっちのですね、たまりと同じような感じじゃないのって思うかもしれないんですけども、似たような感じはあるんですけれども、決定的に違うのがやっぱりうまみの量ですよね。このたまりっていうのは非常にこのうまみに特化しているものなので、うまみっていう感じなんですけども、それに対してこの再仕込み醤油っていうのはうまみだけじゃなくて、それ以外の醤油っていうもの、醤油に含まれている味とか香りとか、そういうもの全部がリッチになっているっていうのがこの再仕込み醤油なんですね。なので使う用途としてはですね、さっきこのたまり醤油は洋食とかに合いますよ。カレーとかですね、シチュー、ビーフシチューとかに煮
煮込みに合いますよって言ったんですけども、こっちの再仕込みはあんまりその洋食に合うっていう感じではないんですよね。なぜかというと、こっちのたまりっていうのはそんなになんか醤油って感じじゃないんですけど、この再仕込み醤油っていうのはもう醤油さがもうすごく前面に出てるみたいな感じなので、醤油っていう味になるんですよね。なんで洋食にあんまり醤油っていう味が出てこられても困るので、そういった洋食の隠し味っていう風に使うのではなくって、先ほど言ったみたいな、豚の角煮とか、お肉の刺身とかを食べる時に使うとか、ちょっと匂いがきつい生の魚とかですね、そういったものに使うっていうのがおすすめの使い方ですね。はい、ということで、この再仕込み醤油ですね、非常におすすめです。でこちらがですね、今回用意したのが、まずこの鶴火塩っていうやつですね。こちらもですね、小豆島です。香川県の小豆島にあります、山六醤油さんというところですね。こちらが作っています。そしてこちらですね、こちらがですね、私が普段一押しといつも言っています、岡本醤油さんというところです。これは広島県なんですけども、広島県にある岡本醤油さんというところが作られている再仕込み醤油ですね。こちらですね、濃い口醤油もすごく美味しくて、本当におすすめなんですけれども、その岡本醤油さんの再仕込み醤油です。そしてこちらは奥出雲森田醤油さんですね。これは島根県の方で作られている再仕込み醤油です。再仕込み醤油はどっちかというと西の方ですよね。日本でも西の方、山陰とかもその辺で作られていることが多いです。はい、ということで、5種類全部紹介してきまして、でもう一つありましたね。ちょっとこれ番外編みたいな感じになるんですけども、番外編って言ったらちょっと失礼かもしれないんですが、これ甘口醤油っていうやつですね。要は醤油の5種類の中には入らないんですけれども、主に九州地方とかで好まれる甘い味のお醤油ですね。でこちら、今日用意したのがどこだ、鹿児島ですね。鹿児島県の、吉村醸造さんというところが作っているお醤油なんですけれども、非常に甘いです。で甘い理由はですね、そのたまり醤油が甘いとか再仕込み醤油が甘いみたいなこととは全く違う理由でですね、この裏のラベルの裏のこの原料のところを見ていただくと分かると思うんですけれども、糖類が入ってますよね。ブドウ糖、果糖、液糖とか砂糖とかそういったものが入っていて甘くなっている、いわゆる添加物がですね、化学調味料、このアミノ酸等ってやつですね、化学調味料もたっぷり入っちゃってるみたいなものです。でこういうの混合醤油とかアミノ酸醤油っていうふうに言いますけれども、これはですね、醤油ではないって言ってもいいぐらい、一応濃い口醤油というふうにはなっていますけれども、通常のその原料小麦と大豆とお塩だけで作る醤油とはちょっと違ってですね、若干加工醤油寄りのものです。添加物とかいろいろ入っているというものになります。でこれ九州地方ではですね、こういう甘いお醤油がすごく好まれてお刺身なんかにも使われるんですけれども、お醤油としてはそんなにおすすめはしないかなというところですね。はい、こういったお醤油もありますよというものです。はい。ということで、今回はですね、いろんな各地のお醤油っていうのをですね集めて、その種類ごとに使い方をざっくりちょっと説明してみました。でもう使い方に関してとか特徴に関してはもっともっと詳しくですね説明している動画がありますので、気になるっていう方はですね、このチャンネル、この動画のタイトル欄をタップしていただきますと、動画で学べる発酵食講座っていうのがありますので、そちらをですね、そちらの醤油のパートを見ていただくといいかなと思います。はい、ということで今回は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。